こんにちは。食堂朝ごはんの中江里香です。今日は宅配で野菜がたくさん届いたので、早速これを使って作り置きを作っていこうと思います。今日作るメニューも野菜たっぷりの作り置きメニューになっていて、しかもどれも簡単なものばかりなので、野菜不足の方や料理の時間があんまり取れない人にもおすすめの内容になっています。まずは届いた野菜を洗っていきます。今日はこんな感じでちょっと変わった野菜もいろいろあります。今日作るメニューはこちらになります。最近はもう冬みたいに寒い日も多いんですが、まだ一応秋ということで、レンコンなどの根菜類もたくさん使って作っていこうと思います。根菜類は食物繊維を豊富に含むものが多くて、お腹の調子を整えるのに役立つ野菜です。また根菜類はカリウムも多く含むのが特徴で、むくみや高血圧の予防に役立ちます。というわけで、こんな感じで野菜の準備ができたので、まずは先にゆで卵を茹でていきます。ゆで卵は後でかぼちゃのサラダに使います。ゆで卵は熱湯で9分間茹でて少し固めに茹でます。熱湯から茹でるとき殻がちょっと割れやすいので、お玉でそーっと熱湯に入れます。ゆで卵は水から茹でることが多いと思うんですけど、熱湯から茹でた方が茹で加減の調節がしやすいのでおすすめです。そしたら次は大根とウインナーのソテーを作ります。今日は紅芯大根というものを使うんですけど、紅芯大根は外側は白い大根の色なんですけど、中半分に切るとこんな風に鮮やかな紅色になってます。なので紅色の芯の大根と書いて紅芯大根という名前になります。この赤い色はアントシアニンという色素の成分によるものなんですが、アントシアニンは強い抗酸化作用を持っていて、体内の酸化を防いでアンチエイジングに役立ちます。紅芯大根は皮を剥いていちょう切りにします。ちなみに普通の大根やカブで作っても美味しいので、同じようにしてぜひ作ってみてください。ウインナー3本は斜めに3等分に切ります。そうしたらフライパンで炒めていくんですが、さっきのゆで卵が茹で終わったので先にこれを冷やしちゃいます。一気に氷で冷やしてあげると卵の殻が剥きやすくなります。フライパンにオリーブオイルを熱して紅芯大根とウインナーを加えて炒めます。油を絡めるようにしてまずはさっと炒めて、水大さじ1杯を加えます。蓋をして弱めの中火で3分蒸し焼きにします。ただ炒めるよりもこうして蒸し焼きして中までじっくり火を通すことで大根の甘みが増して美味しくなるし、ウインナーもジューシーに仕上がります。3分経ったら蓋を取って火を少し強めて水気を飛ばします。そして全体に広げて少しウインナーと大根に焼き目をつけます。こうするとさらに風味が増して美味しくなります。焼き色がついたらコンソメパウダーと粗挽き胡椒を振ってこれで完成です。コンソメパウダーを加えたらさっと炒めて混ぜて、火を止めてから粗挽き胡椒を振ります。冷蔵で4日程度が保存期間の目安になります。ぜひ作ってみてください。次はこの白ナスを使って焼きナスの生姜ポン酢を作ります。
白ナスは普通の紫色のナスに比べて皮や実が比較的しっかりとしていて、長時間加熱しても煮崩れをしにくいのが特徴です。白ナスはヘタを取って少し厚めに半月切りにしたら、サラダ油をひいたフライパンで焼いていきます。サラダ油は小さじ2杯ぐらいが目安になります。片面3分ほど焼いて焼き色がついたらひっくり返します。白ナスは厚めに切ってじっくり焼くと柔らかく甘みも増してとっても美味しいです。少し食感は変わりますが、普通のナスでもできるのでぜひやってみてください。蓋をしてさらに中火で3分焼きます。かぼちゃは後で使うんですけど、切りやすいようにレンジで1分ほど加熱しておきます。蓋を取ったら調味料を加えます。ポン酢醤油大さじ3、おろし生姜少々です。さっと混ぜて、これで完成です。仕上げに小ネギを散らすと彩りにもなって見た目もいいかなと思います。こちらも保存期間は冷蔵で4日になります。次にレンコンと人参のピクルスを作ります。今日はこういう高温レンコンっていう名前がついた芽がついたレンコンを使います。芽がついてるレンコンって初めて使ったんですけど、今日は芽を切り取ってしまったんですが、後でよく調べてみたら芽は食べることもできるみたいです。なのでちょっともったいないことをしたなと思ったんですが、また機会があれば芽も食べてみたいと思います。レンコンって節が何節か連なってできてると思うんですが、実はその節の部分によって食感が少し異なります。この芽から近い節の部分はみずみずしくてシャキッとした食感が特徴です。なので今日はこの部分はその食感を生かしてピクルスにしようかなと思います。レンコンは縦に繊維が入っているので、こんな風に縦に切るとより歯ごたえを生かしてポリッとした食感が出せます。人参もレンコンと同じくらいの太さに切っていきます。人参も縦に繊維が入っているので、縦に長くなるように切ってあげると食感を生かせます。そうしたらお鍋に熱湯を沸かしてお酢を大さじ1杯ほど加えます。お酢を少し加えることでレンコンの変色を防げます。レンコンと人参を熱湯に入れたら1分半ほど茹でます。茹で時間は好みによって調節してもらえるといいかなと思います。固めが好きなら1分くらい茹でるだけでも OK です。茹でたらざるにあげて広げて冷まします。ピクルスの液は今日はこのピクルスの素が野菜と一緒に届いたので、これを使いたいと思います。家の調味料で作る場合はこちらの配分を参考に作ってみてください。水1カップ、酢1カップ、砂糖大さじ4、輪切り唐辛子少々になります。これを火にかけて砂糖を溶かして冷ましたものにつけてください。一晩ほどつけたら食べ頃です。そうしたら次はかぼちゃと卵のサラダを作ります。かぼちゃはまず種と綿を取って一口大の大きさに切ります。かぼちゃは最後に潰してしまうので形は気にしなくて大丈夫です。レンジで柔らかくするために火が通りやすいようにこうやって小さく切っておきます。切ったら耐熱ボウルに入れてラップをして600ワットの電子レンジで6分ほど加熱します。加熱が終わったらフォークやマッシャーなどで潰します。潰し加減はお好みの感じで OK です。
滑らかな感じが好きならよく潰して、私は少し形が残った方が好みなのでこのくらいにしておきます。そして味噌小さじ2、マヨネーズ大さじ2を加えてさらに混ぜます。卵などの具材を先に入れちゃうと混ぜるのが大変になってしまうので、先にこうやってかぼちゃと調味料だけでよく混ぜておくのがポイントです。そこにさっき茹でておいたゆで卵も加えます。ゆで卵は殻を剥いたら適当な大きさに切ります。そうしたらかぼちゃの入ったボウルにゆで卵とツナを加えます。ツナはノンオイルのものを汁気を切って使います。ツナと卵を入れたら全体をざっくりと混ぜます。強く混ぜると卵が崩れてしまうので、軽くさっくり混ぜるだけで大丈夫です。このかぼちゃと卵のサラダは冷蔵で3日が保存期間の目安になります。ぜひ作ってみてください。次はチンゲン菜の煮浸しを作ります。まず最初に油揚げは熱湯でさっと1分ほど茹でて油抜きをしておきます。茹でたらざるにあげてお湯を切ったら広げて冷ましておきます。次にチンゲン菜を切っていきます。チンゲン菜は1枚1枚剥がしていきます。まとめてザクザク切ってしまってもいいんですけど、葉と茎で分けて茹でた方がやっぱり美味しく茹でられるので、ちょっと丁寧に今日は葉と茎を分けてから切っていきます。葉っぱと茎の境目に包丁を入れて切り分けたら、茎は食べやすい長さに切ります。そして太い茎の根元の部分は縦半分に切ります。葉っぱも大きさによって2等分から3等分くらいで大きさを揃えて切っていきます。さっき油抜きをしておいた油揚げはキッチンペーパーで水気を拭き取っておきます。油揚げは熱湯で油抜きしておくことで味の染み込みが良くなるっていうのと、ふっくらとした食感に仕上げる効果があります。あと余分な油を落としてカロリーを抑えられるっていうメリットもあります。油揚げは1センチ幅くらいの短冊切りにします。今日ちなみに1袋2枚入りの油揚げだったので2枚一緒に油抜きしておいたんですが、今日煮浸しに使うのは1枚だけ使います。使わない分も同じように切っておいて、これは保存袋に入れて冷凍しておきます。そうしたら鍋にだし汁 200cc、 醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1を入れて火にかけます。だし汁は水1カップと和風だしの素小さじ1/2でも OK です。煮汁が煮立ったら油揚げとチンゲン菜の茎の部分を先に入れて2分茹でます。チンゲン菜は先に硬い茎の部分だけ入れるのがポイントです。2分経って茎が少しくたっとしてきたところでチンゲン菜の葉の部分も加えます。茎と油揚げは片側に寄せて空いているところに葉っぱを入れるようにするといいかなと思います。葉っぱは1分ほどでくたっとしてくるので、そうしたら火を止めてこれで出来上がりです。これも保存期間は冷蔵で4日間が目安になります。
次にレンコンと鶏肉のうま塩炒めを作ります。レンコンは皮を剥いて1センチ幅のいちょう切りにします。鶏もも肉は一口大に切ります。切ったら片栗粉を両面にまぶしておきます。片栗粉をまぶすことで肉汁が流れ出るのを防いで、お肉がパサつくのを防ぐ効果があります。あと調味料が適度にとろみがついて絡みやすくなるっていうメリットもあります。そうしたらフライパンにサラダ油大さじ1を熱して鶏肉とレンコンを並べ入れます。片面が焼けたらひっくり返して蓋をして4分弱めの中火で蒸し焼きにします。蓋をすることで中までしっかり火を通していきます。4分経ったんですけど、まだちょっと焼き色がいまいちだったので、もう少し加熱しようと思います。お肉に火が通ったら調味料を加えます。鶏ガラスープの素小さじ2、醤油小さじ1半、みりん大さじ1、酒大さじ1、おろしにんにく小さじ1です。少し火を強めて水分を飛ばしながら全体に調味料を絡めて、これで完成です。にんにくの香りが効いたとってもやみつきになる美味しさのメニューになってます。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。最後に春菊のサラダを簡単に作ってこれでおしまいにしたいと思います。これは春菊のベビーリーフよりもちょっと大きめのチャイルドリーフというものになります。鶏ガラスープの素小さじ2、ごま油小さじ1、醤油少々、白いりごま適量加えて混ぜ合わせたら出来上がりです。これは作り置きではなく早めに食べた方がいいので、今日の夜に食べようと思います。そんなわけで今日はこんな感じで作り置きを6品作ってみました。ちなみに今回使用した野菜についてなんですが、今回はラディッシュ坊やの不揃い食材のお試しセットというのを使ってみました。こんな風に段ボール箱に入っていろんな野菜が届きます。旬の新鮮な野菜や普段見かけない珍しい野菜なども入ってます。ラディッシュ坊やは野菜のイメージが結構強かったんですけど、お肉とかお魚も揃っていて、料理に使う食材がまとめて届くのでとっても便利です。ラディッシュ坊やは人気の宅配ランキングにも選ばれていたり、フードロス削減にも積極的に取り組んでいたりして、とっても安心感のある食品宅配かなと思います。実は今回私が選んだコラボセットを期間限定で販売させていただくことになりました。今日使った野菜などがたっぷり入っているとってもお得なセットで、価格は1980円で通常価格の半額以下で今だけ購入いただけます。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてもらえると嬉しいです。今回作ったレシピも概要欄に載せているので、ぜひ確認してみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。